おはようございます。今日はねぐっすり寝ました。WSL の大会トラッスルズプロやってて、ヤゴドラとさくらちゃんね見事ね優勝してドライバー 3.0 のラウンドテールでね、グリフィンもラウンドテール、みんなそうだったよね。さくらジョンソンもソイヤー・リンドブラッド、それからコール・ハッシュマン、ドライバー 3.0 ラウンドテールってすごいですね。世界一のボード、ハイパフォーマンスボードって言ってもね過言じゃないと思いますね。そんな感じでカリフォルニアに新しいボードがロストのベトナムのファクトリーから届いたんですよ。いくつかカラーを変えて作り直したんですよ。超かっこいいカラーになったんで今からお見せします。初乗りなんですけど、ヒント言っちゃうと僕が一番大好きなやつなんだか分かりました。やつです。分かりましたか？やつの新テクノロジー、EPS ブランクスを使ったストリンガーレスのフォームにエポキシのレジンで巻いてあるエポキシのボードですよね。そのボードのライトスピード2のじゃーん見てください。ラウンドノーズフィッシュ96来ました来ました。すげえやばくないですか？やばいですねこれ。ブラックのねレールにエアブラシを入れて、ブラックかっこいいでしょ。スタンスがさこの辺に来るじゃない。狭くなってるから強いんだよね。こっち側のが開いてるからフレックスよくしてあるっていうね。テールパッチもちゃんとね入ってる。めちゃくちゃ作るの大変ですよこれ。でここにねハイデンサルファイバーグラス、新しいカーボンじゃない、これがまた波のボコボコをね抑えてくれるサスペンションみたいな機能で柔らかくてしなやかで折れることに対してすごく強いんですよ。ボトムがねまっすぐトップからボトムまで全部入ってる。 CS のホワイトのボックスが入ってて、今までブラックだったんだけど目立たなくなってるんですよね。かっこいいかっこいいんですよ。色がある。ピンはこれ、パッドはこれ、通称ホワイトスピードに合わせて僕が愛用してるバレーのホワイト完璧です。サーフショップで働き始めたのは20歳の時にはサーフショップで働き始めてたんで、最初ねラブサーフの近くのザ・サーフさんでね働いてたんですよ。その後ね CHP に行ってラブサーフスタートしたんだけど、デッキパッドで貼りましたね。すごい。多分日本一貼ってると思います。自称日本一でデッキパッドの枚数を貼ってるあると思う。角が剥がれるからね、角を押さえてあげるのが一番いいんだよね。ここって浮いてるところ、ここに水が入るからここ必ずピシッとねやってあげるといいです。このボードにはこれですよ、定番は。俺はこれが一番好きです。だけどね、マサトとか嵐とかライダーの子たちは普通のトライフィンつけて乗るのが好きみたいで、やっぱね人によって違うんでね試した方がいいとは思うんですけど、僕はこれおすすめです。なんでかっていうとね、真ん中のフィンがちっちゃいから水の抜けがすごく良くてスピードが出るんですよ。あとすごいルース、スタンスが多少前に行っちゃってもボードが動いてくれる。おじさんはさテイクオフミスするときある。そういう時にはねこいつがね優しいんです。おおいい波来た。さあはい、西井がですねロストの新作新しいテクノロジーライトスピード2のラウンドノーズフィッシュ96モデルですね、これに乗ってるところのね映像をねご覧になってください。今ねトップでねクイッてねこうスラッシュみたいな感じでね返しましたよね。もうボードの動きがとにかくこの速いので自由自在にこういった波のね潰れたところなんかでもねひょいってこう滑っていってくれて、このセクションを抜けて前でリッピングしてスプレー、ここでねレールがねギュイッと入ったねターンがしてると思うんですよ。これねライトスピードだからうまくね沈み込ますと浮き上がってくる力を利用してターンできるんですよね。ここなんかもそうなんですよね。レールが食っちゃったかなと思ってもレールがボードが沈まないのでマニューバーにねつなげてくれるんですよ。その EPS のね特性をね生かしてね乗ってもらうとねすごくいいですよ。このライトスピード2はこれなんかね波ペタペタのね潰れたところなんかでもターンできてるじゃないですか。これはやっぱりEPS のノーストリンガーのねブランクスのねいいところなので、こういった動きをですねちょっと見ていただいてですねどういう感じで乗った方がこのボードのね良さが出るのかっていうのをね分かってもらえると思うんですよ。はい。でテイクオフもね十分ね速いですよね。掘れたところのセクションのトップからね落ちるところ見てもらうと分かるんですけど、うねりの内からスッてね滑り出してますよね。これ前からね出てくるところにねヒットして終了ですね。このライディングはこれもねまたね前にね乗られちゃってますけどね、とにかく EPS ボードなんでパドルも速いじゃないですか。それからテイクオフも速いのですごくね、なんていうんですか、テイクオフが早いので、ね、波をね捕まえる本数なんかもすごく増えますし、これなんかもねもう本当
テイクオフした瞬間からねスピードが出てくれてると思うんですよ。だからね今もねノーミスでねサーフィンできてますよね。今もねうねり立ってからね少し余裕があってスタンスをねしっかり直してるじゃないですか。一発目のターンねスプレーが今ね出ててねすごく良かったですよね。これもね前から来るところにね当てるんですけれども、僕ねこのボード乗ってて感じるのがすごくボードがクイックに動くんですよ。それとあとですね波のこうクローズアウトセクションなんかが来るところあるじゃないですか。そこにねボードをね持ってきたい時にちょっと遅れちゃったかなっていう感じがねいつものボードだとするんですけれども、このライトスピードに乗ってる時は上に上がっていく速度が速いのでちょっとねタイミングが遅れちゃったとしてもねこうやってねうまくねメイクできるんですよ。これがねすごくいいところなんですけどね、これもね一発目からねどんどんスピードついてますよね。このターンもねすごくスプレーが出ててねいいターンだと思います。これも2発目もターンして3発目もカーブしてこんな感じでねノーミスでねライディングができるんですよね。すごくね調子がいいんですよ。僕ねこのラウンドノーズフィッシュ96って自分でも大好きなボードなんでいろんな素材で乗ってるじゃないですからね。だからね特にねこのね素材の違いっていうのがねよくわかるんですけど、真ん中にね入ってるねハイデンサルグラスファイバーうっすらと見えてますよね。あれがねなんとなくねかっこいいですよね。すごくねお疲れ様でした。ライトスピード2いいですね。動きがすごく軽くて敏感だからおじさん動きが遅いじゃないですか。それをボードが早く動いてくれるんでマイナス0にしてくれる、プラススピードがねすごく出ます。ライトスピードってね軽くて速いっていう意味じゃないですか、それの2なんでライトスピード1よりもね乗りやすくなってますね。 EPS のボードって水の上に浮き上がってくる性質があるから波の面が悪い時にカタカタするような感じになっちゃうんだけど、それが軽減されてますね。なかなかいいです。いつも乗ってる55のストックボードと同じサイズじゃないですか。だからねよくわかる。いろんなPU の板だったりブラックシープビルドだったりダブルダートだったり全部同じサイズで乗ってるからどんな感じかっていうのがねすごくねよくわかります。軽くて速い、まさに名前の通りの板です。そろそろストックボードラブサーフの方にも入ってきて販売できるようになると思うんで、テストライドしてる時にベトナムの工場の方から日本に向けてねボードが送られてるっていう連絡が入ってきてるんで YouTube を公開する頃には皆さんに販売スタートできると思いますんで楽しみにしててください。おはようございます。ちょっと早起き今日できましたね。時差があって日本と仕事をしてると夜中12時過ぎちゃうんですよ。寝るのが遅くなっちゃって朝起きるのが遅くなっちゃってで波が悪くて風が吹いてきちゃうっていうね悪循環から今日は抜け出しました。昨日乗ったラウンドノーズフィッシュ96のライトスピード2乗ります。ビデオ見たら自分が思ってたよりもすごいスピードが出ててスプレーもいいのが飛んでるのが何本かあって、昨日撮ってもらったビデオを見てもっとこうした方がいいかななんてね考えながらこっちへ来たんでいいライディングができるように頑張りたいと思います。ライトスピード2のラウンドノーズフィッシュ96エアブラシブラックレールカラー入りですこれがかっこいいんだよね。サングラス違くないですかまた。これかっこいいの。艶消し、内側は艶があるんですよ。艶がある方が肌触りが良くて内側はわざとね艶消し加工にしてないんですよ。サーフボードをねシェイプする時と同じようにハンドシェイプで作られてる、型に入れてフレームを作ってるわけじゃないのですごく質感がいいんですよね。よくここがダメになっちゃったりとかなんか鼻とかボコって取れちゃったりとかそういう風になるじゃないですか。すごいしっかりしてるんでやっぱりメイドインジャパンのしっかりしてる。値段だけ高いものとはね全然違うんですよ。これ全然質が違うんで本物のサングラスオゾンアイウェア試してもらうと良さが分かると思うのでやっぱ大人はしっかりした本物をかけててほしいですね。やっぱ丈夫だね。1回乗っただけでは全然へこまないね。 PU の板とかねもう1回乗ったらポコポコポコってなっちゃうけどライトスピードってデッキ側のクロスがすごく分厚いんですよ。すごくね丈夫です。丈夫なのに軽いもんね。ライトスピード2これでしていきたいと思います。はい、西が海に入っていきましたね。ロストのラウンドノーズフィッシュ96新作です。ライトスピード2ですね。この2はカーボン使ってないんですよね。その分ねセンターにハイデンサルグラスファイバーっていうのが入ってるんですけれども、
こんな感じでねこう波のねこう中腹なんかトップなんかのところでもねすごくねスピードが止まらないでクイックにね乗れてると思います。でボードがですねフルレールでターンができるんですよ。あと今上から落ちてくる部分ですよね。そこにね最後フィニッシュしてますけれども、そのところでもボードがねすぐにね振り上げられる、上にねピュッて持っていける、今のところなんかもそうなんですけど、ターンがねすごくねボードが軽いんで気持ちよく決まるんですよね。あと EPS の浮力のあるボードなんで、波のフラットのところでも沈み込んでいかないのでレールが食いにくいんですよ。だからその辺がねエポキシのボードだったり EPS のボードだったりのね調子がいいっていうところはね、波のね力のないところなんかでもねレールが入り込まないので、これねダブルフィニッシュするんですよ。1回フィニッシュしたかなと思ったらもう1回ね波がねダブルアップして崩れてきて前からね2回ロールインすることができました。なかなかね珍しいね波ですよね、今の形って。これもね結構サイズのある波に乗ってますよね。もうスピードがついたらねもうこのボードどんどんスピードがついて止まらなくなってってもう技もどんどん決まるんですよ。これなんかもねクローズアウトのところで少し遅れ気味なのかなと思ってね上に上がっていくとそのままね上にスルスルスルって登ってってくれるんですよ。それがねやっぱ僕ねこのライトスピード2に乗っててねこれをねすごく感じますね。ボードのが上にねヒュッてね上げやすいっていうか、リッピングももちろんそうなんですけれども、そのクローズアウトしてくるセクションに対しての反応の良さもすごく敏感なので、そういったところがライトスピード2のねいいところだと思います。はい、これもねテイクオフ早いところからリッピングしてカーブして2つ目して3つ目もねカーブしてね、もう波のなんかこう厚いところでも自由自在に滑ってるのが分かりますよね。今のところなんかもね波のねちょっとしたセクションでもねパチンとねヒットできるので、やっぱサーフィンってこう波にねヒットするのってショートボードの醍醐味じゃないですかね。リッピングしまくったりとかフィットしたりとかヒットですよね、当てるってことですけれども、これなんかもそうですけど、もうねフィンアウトしちゃってもねこのボードねやっぱりスピードがコントロール性がいいのでスピードも乗りますし帰ってきますよね。これもねいい感じでこれねトップでねカーブしてますよね。波のねすごく掘れたところでカーブしてるわけではないんですけれども、綺麗にね流れるようにターンがスピードが止まらないでフローしてくれるんですよ。でこれ前からね崩れてくるところにパシンって当ててるじゃないですか。もうね感じで乗ってもらうとすごくねこのライトスピード2は気持ちよく乗れますね。このビューってこれ今なんかもねレールがね普通のね多分ね PU の板なんかだったらレールがね食っちゃうんですけれども、ああいう波のね緩慢なところ、波の角度がないところでグーってねレールを寝かしてターンしてもねスルスルスルって浮き上がってきてくれるんで、その辺がやっぱりこのね特性を生かして乗ってもらうといいと思います。それとあと安定感ですよね。このフローターみたいな技、ホワイトウォーターの上に乗せた時なんかもこの新しいハイデンサルグラスファイバーが入ってますから安定してるんですよ。だからね自信を持ってねホワイトウォーターにボードを持っていけるって感じがしますね。これもねターンしてスピードがついてハイラインを走っておっとっとってなったんですけど、本当ホワイトウォーターに強いのがねこの辺ねライディングでね見てもらうことができてると思うんですけれども、このなんかもね自由自在にね波がね前から崩れてくるところにタイミングを合わせるのにね1回のターンだとうまくいけなかったら2回ね細かくターンしてねうまくね前のところにねヒットしてると思うんですよ。今のところなんかもね何にも力入れないでスーッとねスープの下をね抜けてってると思うんですよ。もうこの辺なんかもね軽々とねボードが動いてるのがねよく分かってもらえると思います。テイクオフしてボトムターンして、とにかくこういうカーブ気持ちよくねカーブすることができるんですよね。このボードやっぱりライトスピード2ですごくねおすすめなので、ブラックシープビルドとねよくねどうなんだってね聞かれることが多いんですけれども、ブラックシープビルドはねこうしっとり粘って乗れるんですけれども、ライトスピードの方はキビキビと乗れる、そういったボードですよね。西井もねボード調子いいよって言ってますね。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。乗りまくりました。ライトスピード2って乗れば乗るほど慣れれば慣れるほどすごい
調子よくなります。1回2回じゃ分かんないと思うんですけど、乗るとフレックスの速さ、無理にボードをカン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 やらないで、立ってるだけでボードが自然とスピードを生んでくれるんですよ。速い新しいロストのエポキシ最新テクノロジーを味わってください。ラウンドノーズフィッシュ96、ストックボードがラブサーフでこれから発売になるんでね、54から510まで入ってきます。それ以上ちょっと大きいのがまだ来ないんですけど、20本限定で入ってくるんで、ぜひね、ライトスピード2、世界で一番最初に発売するのがラブサーフ、レールの、ね、黒いバージョン、これもね、ラブサーフのオリジナル、白いラインとかね、よく見えるんですよ。かっこいいんですよね。これからね、この YouTube を公開と同時に発売しますんで、手に入れてください。